はいどうも、ゆちチャンネルです。今回は身銭を切ってレクサスオーナーになったからこそ言えるレクサスさんこれだけは言わせてレクサスへの問題提起3選と題してレクサスに対する個人的な不満を私なりに深掘って考察していきたいと思います。今回の動画は私の独断と偏見ありありな一個人の考えでありますのでその点はご理解いただけると幸いです。とは言っても私は自分で言うのもなんなんですが自称かなりのレクサスファンだと思っています。実際現行 NX350H バージョン L を現在も所有してまして日常的に乗ってます。ですので日々レクサスに対する熱い思いを持ってるからこそ今回の企画は一ファンからの愛の鞭と捉えていただけたらなと思います。もちろん次も可能な限りレクサス車を購入する気満々でいますのでレクサスが嫌いなわけでは全くもってありませんので誤解しないでくださいね。根底にあるのはレクサス大好き人間だということをお忘れなく。ということで早速本題に入っていきたいと思うんですがまず私が抱くレクサスへの不満一つ目はというと多分現レクサスオーナーさんの中でも思ってらっしゃる方はいると思うんですが最新装備の導入や実装がトヨタ車に負けてしまっているということです。というかレクサス独自の最先端技術が最近では全く登場してこないんですよ。代表的な例で言えばフル液晶メーターですよね。他メーカーではすでに当たり前な装備だと思うんですが、レクサス社ではつい最近になってやっと導入が進んできているのが現状です。NX や RX で言えば未だに実装すらされてません。今回の RX 年次改良や来年の NX の年次改良では実装されると噂されてはいますが、正直言って今になってようやくフル液晶メーターが実装されたとしても、それは80点が90点になっただけと言いますか、フル液晶メーターがついたことによってようやく他メーカーの基準点に到達した、その程度に過ぎないと思ってしまうんですよね。フル液晶メーター自体は数年前からカローラでも採用していた装備ですので、その装備が今更 NX や RX についたとしても、ユーザーからしたら、ようやくか、これでやっと他メーカーに追いついたな、的な感覚かと思います。皆さんよく考えてみてください。NX や RX って車両本体価格が約600万とか700万とかするんですよ。グレードによっては900万とかする車両ですからね。それなのに室内装備が数年前からカローラ以下ってのはいかがなもんなんでしょうか。メーター類だけではありません。先進の予防安全装備についても同様のことが言えるかと思います。レクサスではレクサスセーフティシステムプラスという予防安全パッケージがありますが、これと全く同じ内容の先進予防安全技術がトヨタ車では名を変えてトヨタセーフティセンスとして設定されています。全然いいんですよ。予防安全装備が様々な車種に幅広く導入されることはすごくいいことだと思います。メーカーが一丸となって交通事故による死傷者をゼロにするんだと一生懸命取り組むことは本当に素晴らしいことだと思います。ですが、ここでもレクサスとトヨタで全く同じ先進装備がどんどんトヨタ車に実装されているにもかかわらず、レクサス車では新しい予防安全技術が実装されてきてないんですよ。レクサスファンとしては、レクサスにはレクサス車に乗らないと味わうことのできない先進予防安全技術をトヨタ車よりも真っ先に導入してほしいんですよね。レクサスは1989年のブランド創業以来、高級車の概念を超えて常に革新に挑戦し続ける限界を超えるプッシングバンダリーズのマインドセットを持ち続けることによってユーザーに新たな技術や価値を提供し続けてきたと思います。一昔前まではレクサスと聞くと特別な最新技術を導入した高級ラグジュアリーブランドという印象が強かったと思うんですが、ここ最近では価格の高いトヨタ車の延長線上に位置する車と認識されてしまっていることもあります。
そういった認識をされてしまっていることを私としてはものすごく悔しいですし、悲しいことなんですよ。今年発売された新型 LBX も一部の方からは当初、ヤリクロベースの車両に側を変えただけの車と揶揄されることもありました。未だにアンチの方からは、レクサスは大衆車だから輸入車には遠く及ばないといったようなコメントをいただくこともあります。もちろん他の輸入車メーカーと比べるとブランドとしての歴史自体もまだまだ浅いですし、次世代的な装備の面からしても少なからずそういった部分があることも事実だと思うんですが、私としてはそう言われてしまう背景には昨今根本的にレクサス社とトヨタ社で分かりやすい差別化がなされていないのが一番の課題だと感じています。高級自動車メーカーとしてや最上級のおもてなしといった観点ではしっかりブランディングできていると感じます。しかしそういったイメージやブランディング戦略は販売価格ですとか店舗での接客対応などによってある程度容易に確立できてしまうと思うんですよね。国産高級車メーカーとか品のいいといったブランドイメージも重要ではあるんですが、個人的にこれからはレクサスオールウェイズオンの精神をもっと全面的に出していただいて、今度レクサスからこんな新しい機能が登場するらしいよとか、新しい技術を使ったシステムがレクサスから実装されるんだってといったニュースをもっともっと多く見聞きしたいなと思ってしまいます。こういった状況にすることによってトヨタ自動車の最先端装備や新開発した独自技術の導入はレクサス社から実装されるんだといったイメージを定着させることにつながり、結果的にレクサス車を所有するオーナーさんの満足度も向上しますし、特別感といった付加価値もおのずとついてくるんじゃないのかなと感じています。特に大元のメーカーが同じだとどうしても生産効率の観点から共有パーツが多くなってしまい、どの車も似たような装備や機能がついてしまっているのは仕方のないことだということは認識しています。また材料費の高騰や物価高の煽りを受けて車両本体価格は上がる一方、その中でメーカー側も試行錯誤しながらなるべく価格を抑えながら質の高い車両を開発販売していかないといけませんので、大変なのは重々理解しているつもりですが、レクサスファンとしてはもっともっと車両に特別感を感じさせる演出を期待してしまうんですよね。2つ目は車両自体の性能アピールがまだまだ足りてないのかなと感じています。皆さん、レクサス社がなぜ同じプラットフォームを使っている車種よりも高額なのかわかりますか？保証やメンテナンス料金が車両本体価格に入っているから。確かにそれもあるかと思います。ラウンジ利用料金や3年間の G リンク使用料金も含まれているから。そうですね。そういった可能性だってあるかもしれません。しかし私は純粋に車両の基本性能が高いレベルにあるからだと感じています。基本的な車両合成や静粛性はトヨタの同じプラットフォームを使用している車両よりも上だと思っています。正直メカニカルな部分に関しては詳しくないですが、エンジンスペックもレクサス社の方がよりハイスペックにチューニングされていますし、ボディ合成についても同様です。静粛性に関しても吸音材、遮音材を各所に配置するだけではなく、エンジン部のパーツを最適化したり、遮音ガラスを採用したりと、レクサスらしい気持ちいい走りを実現するために作り込んでいるんだと思います。内外装の質感が高いのはもう言わずもがなです。しかし、そういった内容を詳しく熟知しているのは、車両を開発した開発人と取材したモータージャーナリスト関係者だけではないのかなと感じてしまいます。一般の方から見たら、同クラスの車両サイズと排気量、価格と装備面だけで比較されることが多く、そんな変わらないでしょと思われてしまい、せっかくレクサスがこだわりを持って作り込んできた車両性能部分にそこまで目がいっていないような気がします。個人的にもっともっと公に開発秘話の公開ですとか、こだわりを持って作り込んだ部分に関しては大々的に告知した方がいいのではないかなと思います。
エンジンの型式自体は他のトヨタ車と共通であったとしても、レクサス車ではその車種専用チューンが施されています。よりハイパフォーマンスを引き出せるよう燃料も廃浴仕様だったりしています。ファンとしては、トヨタ車でも同じ型式エンジンを使っているから、何々を買っても車両性能はほとんど一緒だよね。そういった安易な発想が出ないように、もっと詳しく、そして分かりやすくレクサス社のこだわり部分を周知する見せ方の部分も工夫していただきたいなと思います。そして最後になりましたが、あえて挙げるレクサスへの不満3つ目はというと、全体的に様々なオーナーサービスが解約されつつあるということです。具体的に例を挙げて言えば、レクサスケアメンテナンスプログラムの解約です。今までは1ヶ月点検から始まって6ヶ月ごとに1回、3年間で計6回のメンテナンスが無料で受けることができていましたが、今年2024年10月1日以降に登録する車両からは3年で計3回に解約されてしまいました。これ以外でも一昔前までは購入した販売店で予約制にはなるんですが、洗車が無料で受けられる、そういったサービスがありましたが、現在ではこういったサービスは縮小傾向になり、販売店によっては有料となっている店舗も出てきています。また、レクサスオーナーしか入ることができない憧れの場所、全国各地のレクサスオーナーズラウンジについても、販売店によっては購入したオーナー限定となってしまっていたりと、使い勝手が悪くなってきているのが現状です。ただ、裏を返せば、それだけ以前よりレクサスオーナーさんが増えてきてて、現在の販売店の数とスタッフ数では対応しきれないキャパになってきてしまっているということではないかなと推測できます。それだけレクサス車が売れていて、ユーザーからの支持も高いという証拠でもあるかなと思います。実際、顧客満足度に関する調査の国際的な専門機関である株式会社 JD パワージャパンによると、今年2024年の日本自動車テクノロジーエクスペリエンス調査、合わせて日本自動車商品魅力度調査のラグジュアリー部門では2年連続レクサスが第1位となっています。これは本当にすごいことで、数ある高級自動車メーカーがある中で2年連続で顧客が選ぶ壊れにくい車でありながら利用評価も高い、先進装備を市場導入するスピードも速い高級自動車メーカー第1位に選ばれたということになりますからね。ただ、これだけユーザー支持が高いからこそ、今後も確実にレクサスオーナーは増えていくだろうと予想されますので、さらに既存のサービス縮小ですとか、有償化などの解約スパイラルが起こらないか心配になってきてしまいます。先ほどお伝えしたサービスもレクサスの特別な付加価値となっていただけに、今後このような解約ラッシュにならないよう、レクサスインターナショナルへは早急に何らかの対応を期待したいところではあります。一部サービスが有償化となってしまうのは避けられない部分ではあるかと思うんですが、本体価格に転嫁したとしても特別なおもてなしという部分では今後も引き続き他メーカーとの差別化を図っていただきたいかなと個人的に思います。ということで今回は1レクサスファンでもある私があえて挙げるレクサスへの不満というテーマでいろいろと熱く語ってしまったんですが、いかがだったでしょうか。レクサスが好きだからこそいろいろと不平不満を言ってしまって一人で勝手にヒートアップしてしまったんですが、今回私が考察した内容に関して皆様も様々なご意見ご感想など抱いたかと思います。皆さんの中でレクサスに物申したいことがあればどしどしコメントお待ちしております。こういうことやってよとか、こうしてくれたら買いたくなるのにとか、できるだけ前向きなコメントでお願いします。レクサスに対して批判的なコメントをした後でも、最後にそれでもレクサスが好きやねん的なことをちゃんと残しておいてくださいね。頼みますよ。当チャンネルはレクサス系チャンネルで基本的にレクサスの素晴らしさやレクサスオーナーさんを増やすべく活動しています。なるべく雰囲気の悪いコメ欄にだけはしたくありませんのでご協力お願いいたします。長くなってしまいましたが最後までご視聴いただきありがとうございます。
当チャンネルはこんな感じでレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信しております。ぜひチャンネル登録といいねで今後も応援よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。レクサスってほんといい車ですよね。次も絶対レクサス車買えるように頑張ります。